皆さん、こんばんは。今、ちょっと Facebook ルームが誰もいないかチェックをしてます。こんばんは。神が、何をハリーさんが、切ってもらいました。ハリーさんに切ってもらいました。いいですよ。ありがとう。さっぱりしますよ。きれい。きれい。こんばんは、こんばんは。デイビッド、ミュートしてますよ。デイビッド、ミュートしてます。OK。こんばんは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 。カリスペラ。こんばんは。Hello! よし、誰も Facebook ルームにいないみたいです。よし。皆さん、元気も元気です。元気ですか元気ですテイヤさん。はい。もし男の人に、綺麗ですねと言いたいときに、神がきれい。かっこいいと言います。かっこいい。神。かっこいい。かっこいい。かっかっこいいです。例えば、ハンサムな人だなと思うときに、かっこいいと言います。洋服、着物と、ジャケットとか、スーツとか、それがきれい。きれいじゃないですよ。おしゃれ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 。はい。でも、それはクリーンでしょ？そうですね。まあ、さっぱりしました。リフレッシュをしました。リフレッシュ。アンリさん、きれいました。ベアル。ここも今日、そうですね、ひげを自分でクリッパーで切りました。頭が軽いですよ。軽くなりました。軽い。はい。軽くなりました。軽くなりました。いや、なりました。軽くなりました。そうなんだ。はい。今日、皆さん、お天気はどうでしたか？天気はいい？いいですか？いい天気です。そうですか。暑いです。暑いです。暑い？雨。雨。ここも大雨降りました。イギリスです。そうですね。普通です。普通。水。本当に人ではありませんか？人なあらない。あらないそうです。もう一度ボッカあらないです。ボッカじゃないです。じゃないです。はい。ビール一本。水。水キンベリー。昨日私とデイビッドさんと一緒にズームで飲みました。アルコールをいっぱい飲みました。いっぱい。デイビッドさんが急に寝ました。ズームの間に。二日酔いがありませんでした。そう寝ました。よ。二日酔いがありませんでした。ありませんでした。皆さん、二日酔いってわかりますか？二日酔い。二日酔い。はい。デイビッドさん、どうぞ説明してください。Hangover。はい。二日酔いの意味は何ですか？どうぞ、デイビッドさん。二日酔い。I mean, what is that? Hangover. Hangover. You feel? I never had. I have never had. 本当にYeah. Does it exist in Finland? 二日酔いの意味は、二日は
今日じゃなくて、明日、2日、2日の意味です。2日。そして、良いはドランクです。ですから、今日、ドランクです。明日もドランクです。2日2日良い。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 It's on the chat, Javi. Thanks to Andre. ありがとう、アンドレイ。そうですね。はい。Tsukayoi. 2日良い。はい。皆さん、ちょっとチャットを見てくださいね。最初の字は2です。そして次の字は日。そしてこの、3つは良いイコールドランク。ああ、そう。酔います。こんばんは。こんにちは。こんにちはですね。パトリックさんが。今、1時。Hey, Patrick. Hey, Patrick. Do you remember me? I am your best friend. 怖い。怖いでしょ？怖いですよ。彼女は怖いと思う。危ないですか？パトリックさん。あっちゃん。トイは何ですか？猫ですか？何？ヘロキティ。ヘロキティ。ヘロキティ、こんばんは。かわいい。忍者ヘロキティ。パトリックさん。はい。初めて会いましたときは、江戸川スポーツセンターでしょうかな？彼女と娘さんと、プラムの中に行って、日本で会ったでしょ？会いましたでしょ？ We've never met in person. 本当に？日本で会ってない？うん。そう。誓った人でしょ？ No, we've never met. そう。Yeah. 幻です。こんばんは。こんにちは。ご挨拶して。こんにちは。こんばんは。こんばんは。かわいい。パトリックさんはイギリス人？カナダ人？私はカナダ人。父と母は香港からカナダに来ました。はい。ちゃんとこれは COVID のプロテクションですか？ただ遊んでます？はい、もう一度。遊んでるだけ。遊んでるだけ。パトリックさん、彼女は日本語ペラペラ？よく日本語わかりますか？彼女は。わかるよ。わかる。わかるよ。すごいね。Speaks better than all of us. 私より上手ですよ。僕たちより。こんにちは。こんにちは。今何時ですか？そこは12時。1時ですか？1時。午後1時です。花さん、久しぶりです。誰？アンドレイさんです。アンドレイ。内緒です。はい。秘密ですか？秘密ね。すみません。私は Zoom で自分の顔を見せたくないです。なんで？その理由があります。Zoom はちょっと不安全な場所ですから。
ズームはちょっと不安全な場所ですか？ああ、そうですか。ズームを使った人は、中国人のソフトウェアエンジニアです。はい。そうですか。わかります。中国政府は、中国国民をスパイとして仕事させることができます。本当です。例えば、Zoom は私たちの会議の資料かデータを集めて中国に送ります。はい、皆さん、わかりましたか？はい。はい。TikTok も。Hello, Sophia. はい。はい、ソフィア。こんばんは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 。コンスタンティーナ、こちらは、お名前は何ですか？犬の。ゆきさん。ゆきさん。かわいい。かわいいね。大きいですか？小さい犬ですか？いや、コンスタンティーナより背が高いですよ。よりmore than. Compared to you, is it small or large? Almost the same. How you say almost? 日本語で大体同じです。はい。じゃあ今日はこの文章、言葉をちょっと勉強しましょう。コンスタンティーナの、ごめんなさい。コンスタンティーナより犬が小さいです。コンスタンティーナより犬が小さいです。わかりますか、皆さん？より。はい、そうですね。はい。そうです。コンスタンティーナより犬が小さいです。I think the dog is smaller than Constantina. そうです。Comparing to. Compare. より。Same as crazy as me though. そうでしょ？同じです。同じ。より。Unbelievable. 信じません。信じられない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 。信じる。方でる。信じらない。られない。信じられない。られない。られない。られません。信じられません。はい、そう。信じられません。はい。で、じゃあ、これはコンスタンティーナ。これは犬ですね。で、さっきはコンスタンティーナより犬は小さいです。犬の方が小さいです。犬の方が小さいです。わかりますか？の方が。So the dog is smaller. はい。そうですね。そう。はい。ですから、この文章の、何て言いますか。一番長い言い方は、コンスタンティーナより犬の方が小さいです。わかりますか？長い it's long. ごめんなさい。これは別のこの一番長い言い方。覚えますか？先週の話。言い方 speaking？ アンドレ、わかりますか？はい、わかります。ちょっと説明してもらえますか？先週は、話し方、作り方。ね。
Last week we were taught this form, like the way of speaking, the way of making something, the way of doing something. はい。 Something, something, kata. Yeah, the そうですね。 potential form. I い can. いえ、その No, 感じ no, じゃ no. あ It's a different form. うん The way of doing something, the way, for example, the way of saying something, the way of making something. 言いそうですね。方、言い方。作り方。言 Yes. い方。うんはい。例えば、For example, フォード、車の会社。フォードじゃなくて、誰が悪いかな。 Toyota. トヨタ。トヨタの作り方はいいです。トヨタのごめんなさい。トヨタは車の作り方はいいです。わかりますか？トムさん、わかりますか？ Toyota is made. well-made car. Well-made car. そうです。 Yeah. こんばんは、パヤ。 Okay. こんばんこんばんは。は。遅れてすこんばんはみません。今、スペインにいますか？はい、そうです。おー、いいところですね。うん、とても暑い暑いです。よかった、よかった。そうですね。作り方、トヨタの作り方はいいです。はい。トムさん、わかりますか？はい。私がトヨタです。います。あります。なにわかりました。ヤリさんがトヨタ車がありますね。はい。はい。作り方はいいですね。はい。はい。 Very good. いいです。はい。ヤリさん、トムさんに説明してもらえますか？今の話。Can you explain this? はい。 Jari? トムさんに。To Tom. I think you have to explain to me why Toyota is a good car. いいえ。この文章。Only that part. He's using this format. I have to say that it's much more stronger than, for example, Range Rover. The buttons you touch, not break. So easy. Japanese. パトリックさん、今の話、わかりました？作り方と、わかりませんか？ Well made. How to make? But so it sounds like it's something you add on, like Thank something you. Yeah, But I which can't form you have to use. photo and kata. そうですね。例えば、食べます。そして、ますをカットして、型を入れます。食べ方。Way of eating. そうですね。はい。ですから、例えば、五十嵐さんの食べ方が悪いです。そうですね。はい。どうしたんですか？はい、もう一度。何をやりますか？爆発みたいですよ。よく手を使うか、インドカレーを食べるときに手を使うか、そして同じ手で自分の足指をやっておいて、かゆい。そしてまた手を使って食べる。気持ち悪い。はい、アンドレイどうぞ。気持ち悪い。気持ち悪い。そう。でも味はいいですね。うわはい、じゃあちょっと戻りましょう。アンドレイさん、ちょっと私の言ってることを説明してくださいますか？皆さん、お互いに手伝ってください。助けてください。Please help each other. はい。型は文法新しいですか？そうです。はい、そうです。Okay. So it's new grammar we learn. そうですね。 Okay. 先週、この文法を使いました。先週の日曜日
日曜日、この会話の、セッションでこの文法を使いました。We We'll used use that. format last week. Yes. いいですね。 Last week's grammar. 日曜 Next 日 week. 先週。先週の日曜日、サンデーの。Last Sunday. はい。トムさんはいました日曜日。かいえ。だから。とにかく。Anyway. とにかく。Anyway. とにかく。なんて言いますか。今の、コンスタンティーナと犬の話。OK ですか？コンスタンティーナと犬の話。It's a conversation between Constantina and the dog. No, we're talking about Constantina and her About dog. me and the dog. そう。例えば、コンスタンティーナより、犬の方が小さいです。この文法の一番長い言い方。The long way of saying. はい The long way of doing. Long way of saying this. はい。コンスタンティーナより犬の方が小さいです。この形です。Long way. はい。 Okay. はい。ですから、A より B の方が何かです。大きいか、小さいか、長いか、短いか。はい。その言い方です。小さいは、ですか？もう一度お願いします。小さいはですか？ Small. 小さい small. はい。So what is the small way? Short. Short way. はい。第一。犬の方が小さいです。犬の方が小さいです。The first one. はい。2番目は The second one. はい。コンスタンティーナより犬は小さいです。犬はコンスタンティーナより小さいです。どっちでも OK です。You can use either. はい。Mm. で、3番目は一番長いです。 Third one. コンスタンティーナより犬の方が小さいです。犬の方がコンスタンティーナより小さいです。どっちでも OK です。Either way is okay. はい、そうです。No hoga is no hoga. Hoga is the second. It's one Yeah. word. Home is to way of that. Okay. そうですね。のイコール普通ののです。わかりますか？普通。わからない。アンドレイ Normal. の、そうですね。はい。はい。のイコール普通ののです。ほうイコールサイズサイズじゃなくて、目標。Way. はい、そうですね。はい。 The way はい to that. そう。Direction. はい、そうですね Direction. Exactly. Yes. はい。道に迷う。そうですね。はい。そして、がは、マーカーです。マーカーです。はい。多分、今、スペインの方がイギリスより暑いです。パヤさん、わかりますか？もう一度はい。ください。今、スペインの方がイギリスより暑いです。はい。 Spain comparing to England is hotter. そうですね。はい。はい。おめでとうございます。ソフィアさん、大丈夫ですか？今聞こえません。の方が。Did you say 今スパインの方がイギリス暑いです？ England is hotter than Spain. もう一度言います。今ちょっと待って。今、スペインの方がイギリスより。イギリスより。
はい。はい。やりじゃなくて、より。より。暑いです。はい。の方がより always together? Like Made Kara. そう、Not always. じゃあもう一度言います。はい。一番短い文章。一番短い。 Shortest. はい。Short. Short version? スペインの方、ごめんなさい。イギリスよ、ごめんなさい。スペインの方が暑いです。スペインの方が暑いです。はい。But then there's no England. そうです。Yeah, そう。 then ですから、 Exactly. 一番 So 短 you いで can す。 just say that in the direction of Spain. It's Okay. hot. はい。そして、2番目。スペインはイギリスより暑いです。そしチェて、コはイギリスより暑いです。はい、もちろんチェコはイギリスより暑いです。そうですか？本当ですか？ああ、そうでしょう。今日は寒いですよ、ここは。一番長い言い方。スペインの方がイギリスより暑いです。Is this always used for something that's like hotter or colder or taller or small, like the comparison? そうです。はい、合ってま So す。 then if I want to make, can I think of no hoga as is? If the word is hotter or whatever, then something no hoga is hotter or is smaller. And then yori would be then. So if I say hotter than England or smaller than Constantino. はい、100% 正しいです。はい。はい、そうです。皆さん大丈夫ですか？ソフィアさん大丈夫ですか？ OK ですか？ No. No? OK. I have a feeling that long way is a shorter way because it's only one sentence. You don't have to say the two different parts. OK. 一番も Konstantina Jori inu no hoga ga chisai desu is very short. 一番は一つの文章ですよ。例えば。OK。例えば。じゃあ、例えば means. For example. ありがとう。ああ。あはい。例えば。今、私はスペインにいます。今、私はスペインにいます。OK? And he is in Spain? はい。そして、私はパヤにイギリスより暑いですねと言います。イギリスより暑いですねと言います。その文章の意味は何ですか？ You told me it's hotter than Spain. イギリス。No, so you told me England is hotter. ごめんなさい。今、スペインにいます。パヤと一緒にいます。はい。そしてそうですね。はい。そして私はパヤにイギリスより暑いですねと言います。イギリスより暑いですね。イギリスより暑いですね。5つの単語。Isn't it hotter than in England? はい。そうです。スペインと言いませんでした。全然。Never. At all. Absolutely. はい。か。例えば。かイコールおか。今、私はスペインにいます。パヤと一緒です。
そして私はパヤに、スペインの方が暑いですね。と言います。その文章の意味は何ですか？テイさん、説明してもらえますか？もう一度お願いします。今、私とパヤがスペインにいます。So you're in Spain with Paya? はい。そして私はパヤにスペインの方が暑いですね。Spain is hotter. はい。その文章の意味は何ですか？ What's the meaning of this? 文章、単語、言葉、文章。Sentence. はい、そうです。文章、sentence。はい。もう一度言ってください。この文章の意味は何ですか？ What's the meaning of this sentence? 皆さん、どうぞ。どう思いますか？ What do you think? Because So we everybody know, have to understand the meaning because the situation. そうです。私はイギリスからスペインに行きました。When So you you go came- to Spain. はい。私はイギリス人ですから、もちろん、イギリスか Because ら he's English. スペインに行きました。パヤに、 Wait, はい、どうぞ、どうぞ。 you went from England to Spain. はい。パヤに会いました。You met Paya. パヤにスペインの方が暑いですね、と言います。You said that Spain is hotter. その文章の意味は何ですか？ What's the meaning of this sentence? はい、ヤリさん、どうぞ。ヤリさん、どうぞ。Because there you know all the things what is happening. Then you don't need to say all the words. そうです。そうです。 Yeah. その文章の意味は、イギリスよりかチェクよりスペインの方が暑いです。というの意味です。テイさん、どうぞ。So the the meaning of this sentence is that compared to England and compared to Czech, Spain is hotter. はい、そうですね。はい、その意味です。言いませんでしたが、その意味ですね。言いませんでしたが、その文章の中の意味はそれです。we don't say it that way, but the meaning is in the sentence. そうですね。はい。まあ、英語でも日本語でも同じ言葉です。ニュアンスです。ニュアンス。Nuance, わ yes. かりますね。 yes. ニュアンスですね。 It's not exactly the same, but it's the same 意味が同 Same じ。 meaning. 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 Meaning そうで is すね。はい。 So then it's shorter than the long way. そう But if そう you そう say in a long way, you are totally sure that everything understand はい。そう without knowing anything. はい。合ってます。はい。そうですね。いいですね。正しいです。 So, Naigai version は、プンチの方がよりだ。そうですね。はい。ショートバージョンは、はよりだ。そうです。 Okay, はい。はい。まあ、英語でも、オランダ語でも、フィンランド語でも、同じ言い方があるでしょう。アンドレさん、通訳してもらえますか？ 英語でも、はい、どうぞ。 In English, in Dutch, or in Finnish, it's the same way of speaking. でしょうか？ですか？ Is it true? Is it like this? Some parts, yeah, could be. 例えば文章の中の全部の言葉を言いますか？ Do you include every information in the one sentence? Sometimes. Yes, sometimes. 時々でしょ？時々。はい。時々。
時々そうですね。でも、いつもじゃないでしょ。そうですね。ねえ。いつもじゃないでしょ。Not always. そう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 。Teaching Jaido, for example. そうでしょう。はい。手をかけて、右足を出して、体重を乗せて、左足を上げて、左足を出して、左足を置いて、体 Then 重 what's を left? 乗せて。言わないでしょこのように話す人をしています。わかります、まあわかります。そうですね。そう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 。で、今日皆さん何をしましたか？ソフィアさん。ソフィアさん。今日何をしましたか？ごめんなさい、ごめんなさい。今日何をしていましたか？何をしていますかWhat have you done today? Yes, I understood. I also think, yeah. I understood it, but I cannot answer because I did not do much because I had a terrible headache and. 痛いですか？はい、どうぞ。頭はい痛いです。です。頭が痛い。頭が痛いですから何もしませんでした。何もしませんでした。何もしませんでしたね。もちろん、何か食べたでしょ？何か食べましたね。What have you eaten? Water, 水。水だけ。ソフィアさん、二日酔い。昨日。そうですか？はい。Because her son got married yesterday. 本当？おめでとうございます。ありがとう。おめでとう。ソフィアさん、昨日飲みすぎましたか？飲みすぎましたか？ Okay, I understand something about drinking. 飲み。did I? Something more is sugi. Sugi is next. 次じゃなくて、次。飲みすぎました。飲みすぎます。例えば、昨日、ビールを飲みすぎまして、今日は二日酔い。頭が痛い。食べすぎました。太ります。トイレに行きます。Drink too much? What is the opposite of futorimas? When you lost weight? 痩せます。何か過ぎます。動詞プラス過ぎます。わかりますか？はい。例えば、仕事しすぎました。眠いです。疲れました。Too much work and you get tired. そうですね。仕事をしすぎました。仕事をします。仕事をしすぎました。So sugi is like a lot. When we want to say something, I did a lot, I eat a lot, I drink a lot. そうですね。But with the verb. アンドレさん、ちゃんとこれを通訳してください。何か過ぎます。過ぎますの意味。When you say something 過ぎます, usually it comes after a verb. That means you are overdoing something. You drink too much alcohol, you work too much, something like this. Okay. Thank you. ありがとう。パトリックどうぞ。二日酔いの意味は今、ソフィアさんが頭が痛いですよ。頭が痛い。飲みすぎましたから頭が痛い。それは二日酔いです。
パトリックさん、今、チャットを見てくださいますか？チャットの一番上。That was, she has hangover. Oh, hangover. Anything beyond whole or direct. OK。じゃあ、hangover です。二日酔いの意味は、二日は2日。今日、明日、2日。酔いは吉村先生みたいです。はい。ドランクです。はい、ビールを飲みすぎますと、明日もドランクです。ですから、二日酔いです。はい。コンスタンティーナ大丈夫ですか？ ?OK。コンスタンティーナが歌いすぎます。歌いすぎました。喉が痛いです。So if I was very loud, if you sing too much, sing. はい。then your throat becomes painful. Sure. Okay. Okay. ですから、これは長い文章、長い言い方。コンスタンティーナが、歌いすぎまして、喉が痛くなりました。わかりますか？はい。はい。この文法を全部勉強しましたよ。今まで。The long way of saying this is that if she sings, then she will have sore throat. そうですね。Long way of saying. そうですね。痛くなりました。This is all the grammar today. いや。今日の、ごめんなさい。今の文法が、皆さんがこれを勉強しましたよ。勉強したことがありますよ。We all have to study this today. いや、違う。No. 今の文章。We can understand it now. そうです。もう皆さんが、みんなは私と一緒に勉強したことがあります。We have learned it already. そうですよ。はい、もう勉強しました。先週、週間前。痛くなりました。そうですね。先週、2週間前、3週間前。そうですね。勉強しました。We'll study this. そうです。はい、痛くなりました。痛いです。痛くなりました。同じ。It became painful. そうですね。はい。今日、パエさん、今日、何時にスペインに着きましたか？実は昨日着きました。昨日、そうですか。昨日より10時ぐらいでした。そうですか。夜の10時ぐらい。ホテルはどうですか？とても美しいです。そうですか。ホテルですか？アパートですか？アパートです。おじさんのお母さんのアパートです。ごめんなさい、誰ですか？おじさん？主人の？主人の？いや、違う。宇宙人。Alien? Rachel? 宇宙人。いや、アルさんのお母さんのアパートです。アルさんのお母さん。はい。そうですか。そう言いましたね。アルさんがそのことを言いました、私に。言いました。海で泳ぎました？いいえ、まだ泳ぎませんでした。そうですか。寒いですか？水は。寒い。雪が降っています。嘘でしょ。いや、違いです。でも。信じられねえ。もう一度、パヤさん、ごめんなさい、もう一度。いや、雪が降っていません。
とても暑いです。暑いですね。夜に泳ぎたいです。夜に呼びたいです。泳ぎたいです。夜に泳ぎたいです。夜？夜？あ、そう。夜に変態が出現現れる。確かにね。はい。じゃあ、パトリックさん、今日の何しますか、予定は何ですか？予定は何？スケジュールです。スケジュールです。ちょっと待ってください。また新しい文法を勉強しましょう。新しい文法を勉強しましょうか。Learn new grammar. はい。今日何をするつもりですか？何をするつもりですか？テイさん、わかりますか？今の文章、今の言ったこと、わかりますか？つもり。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 はい。パイさん、わかりますか？What's your plan today? What do you plan to do? そうですね。はい。何をするつもりですか？What are you going to do? Yes. はい、そうですね。はい、パトリックさんどうぞ。So, 何をする is what are you doing? And then what going to do? What is your plan to do today? それ、つもりはプランです。今、AIを準備します。あとは、オンライン剣道の講習会はあります。剣道の先生は誰ですか？Many たくさんの先生。一番高いの先生はたくさん先輩です。大輝木和田。講談の先生。ごめんなさい、パトリック、お名前は何でしたっけ？木和田大輝。知らない先生ですか？2012 All Japan Champion。そう。偉い。ね。なんだっけ。コンスタンティーナさん。今日、何を食べるつもりですか？何を食べるつもりですか？ What I eat today, yeah? What are you going to eat that day? What I'm going to eat. Flat line on the brain. いいですよ。ただ。Don't eat people. もう一回聞きます。今から。From now? そうですね。今から。何を食べるつもりですか？食べる何 to eat now. Okay. そう。今、パスティッチオを食べます。パスティッチオ？パスティッチオ。Italian tipo di... there is pasta. Italian riori, Greek riori. Oh. It's a mix. 今から私もイタリア料理を
作るつもりです。見せます。あ見せてあげます。ちょっと待ってください。すごい。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと庭に行きます。Going to the garden. OK。庭で料理を作りますか？いや、作ります。雨が降ってますよ。はい。これはビートルートです。ああ、ビートルート。おお。はい。あそこはラディッシュ。ラディッシュ。で、ちょっと待ってください。今日1個ずつを取りました。ちょっと待ってね。台所に行きます。This is kitchen. 汚いです。I like your house, 先生。小さいですよ。小さいですよ。これは、あビートルーツです。おいしすごい。はい。で、い。にゃみにゃみ。これはラディッシュです。大きいですね。大きいですよね、ラディッシュは。うん。で、それを全部切って、フライをして、ニンニクと、そしてパスタを一緒にかけます。あイマヌエル・コルビーノのレシピです。So you just cut and fry そうですね。with pasta. ニンニクガーリック。そうですね。ガーリック。ニンニクと、からし。ペッパー。そうですね。チリ。チリ。はい。と、アンチョビ。それだけ。美味しいです。一個ずつ切りましたか means you cut one from each. One from each. 先に一個ずつ取りました。取りました。はい。So like it means like one from each. そうですね。パイさん、もう一度その文章を言ってください。一個ずつ means take or do something like one from some choices. そうですね。はい。一個ずつ。一個ずつ。はい、アンディさんの顔は赤いです。赤い。そうですか？多分切られました。私はシャイですから。そして台所を皆さんに見せてシャイですよ。通じない。笑いから。本当にイギリスはスパイノより暑いですか？いや、イギリスは寒いです。今日は寒くないか。でも私はそんなに赤くないです。そっか。いや、私はただ病気です。病気？病気。COVID ですか？ sick。はい。sick。OK。何の病気ですか？多分笑いすぎでしょ。笑いすぎ。はい。笑いすぎます。笑いすぎました。Laugh too much. You're very bad? そう。いや、悪すぎ。多分。悪すぎます。Overdoing? Bad? Laughing too much. そうです。笑いすぎ。笑いました。I laughed. 笑いました。はい、笑いすぎです。コンスタンティーナさん。はい。イタリア料理は美味しすぎますから食べすぎます。はい、多分。通訳してください。How am I gonna say this? Aspetta, devo pensare. Oh my god, I speak in Italian. Momento, por favore. イタリア料理は美味しすぎますから、It's too. It's very too tasty, delicious.
食べ過ぎます。あ私は。美味しいです。美味しイタリア料理。美味しすぎます。美味しすぎます。美味しすぎますです。いや、ですがいらない。ただ、美味しすぎmust is 美味 the し verb. すぎ。そうですね。 Okay. 美味しすぎます。です。すみま But せん。 I prefer Greek food. はい、トムさんどうぞ。We can always use a noun with sugimas. はい。 It's always a new verb. Or そうですよ。はい、そうです。はい。 Noun and adjective and whatever word. 動詞、行きます。食べます。笑います。動詞。動詞。 The verb. はい。と、形容詞。暑い、寒い、小さい。Adjective. そうですね。はい。形容詞。形容詞。はい。両方も過ぎるとつけられます。つけることができます。コンバイン。そうそうそう。 Can use it. はい、はい、そうですね。はい、例えば、多分今日スペインは暑すぎます。暑すぎます。パヤさんどうぞ言ってください。Today, probably Spain is too much hot. はい、そうですね。でも、question. どうぞどうぞ。Hot or hot? Much hotter than usual. No nuance. That's very hot. Just too hot. Too hot. Atsui is already hot, so atsugimasu is then even hotter than normal, or doesn't work like that? Too much hot. Just too hot. But hot is already hot. Hot is already too much. でも、例えば、今、パヤさんが、海が寒すぎますから泳げません。So the water was too cold for swimming. そう。うまい。そうですね。はい。ですから、ちょっと英語にスイッチをします。hot, hotter, hottest, too hot. Yep. Yeah. Four different. そうですね。はい。日本語も暑い。何かの方が、ごめんなさい。何かより暑い。一番暑い。一番。はい。と、 That's the hottest. そうですね。と、暑すぎます。Hottest. Too hot. そうです。Volcanic hot. はい。 It's all hot. はい。大変。Fire. そう。インドカレーの暑い。インドカレーの暑い。Indian curry. Hot. 鶴見のインドカレーが辛かったでしょ、テヤさん。はい。Did you say samusugi mas? はい、そうです。はい。Yeah. 海が寒すぎますから泳げません。泳げません。はい。So you cut the e and then sugi mas. そうです。はい。当たり。So we can say even atsusugimasen. Like. そうですね。言いますよ。例えば、今、テヤさんが一緒にインドカレーを食べに行きました。テヤさんどうぞ。We went to, or sorry. Now we went. そうですね。今。Now we went to eat Indian curry. はい。そして私のカレーをテヤさんにどうぞ食べてください。He handed me the curry and please eat. そしてテヤさんが食べてみました。I tasted. はい。そして私が
辛すぎますか？ Is it too hot? はい。そして、 Too spicy? Too hot? そうですね。そして、テヤさんの答えは、いいえ、辛すぎません。辛すぎません。はい。はい。So it- not too hot. そう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 。はい。Mm. 辛すぎません。 Hot as spicy, not hot. Like そうですね。辛い。辛い。辛い。You cannot use it for weather. そうです。それは熱い。熱い。辛い。Yes, the rain is chilling your skin. あ、辛い。今日の夜は辛いですね。もちろん。辛い、スパイシー。今日の辛い。今日の夜は辛いですね。賛成雨。わかりません暑いででした。すね。アシッドレイン。ああ、暑いです。辛くないです。暑いです。あ、そう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 。はい。はい。今日いろいろ勉強しましたね。たくさん勉強、新しいことを勉強しましたね。何をしたか。何かの方が何かより暑いです。それは配れると言います。配れる。A より B の方が暑いです。それは配れる。わかりますか？配れる。ちょっと探して。辞典に。配れる。わかりません。配れる。そうです。はい。配れる。と、あと何をしたか。何を勉強した？何すぎる？あ、すぎる。そうですね。はい。はい。暑すぎます。今日何をするつもりですか？何を食べるつもりですか？どうぞ。誰か。plan はい。そうそうそう。 what you're going to eat. はい。そうですね。何を見るつもりですか？ What you're going to see. はい。アンドレさん、どうぞ。はい、すみません。私は今出かけます。あ、どうぞ。はい、ハトリさんのところに行くつもりです。あ、どこに？パトリックさんのところに行くつもりです。あ、そう？はい。ズームで？同じ町ですから。同じ町に。あ、今、カナダにいるのね。はい。あ、そうか。あ、なるほど。あ、じゃあ楽しんでね。はい。気をつけて、気をつけて、ちゃんとマスクをつけてね。はい。じゃあね。気をつけてね。またよろしく。バイバイ。じゃあね。Thank you. You said that yaseru is the verb for going down the weight, but what in adjective is it's a yasui. Same than それが使いませんね。安いは高いと cheap。反対。そうですね。まあ、細い。細い。細い。でも、そうですね。ヤリさん、ちょっと待ってね。私の指が細い。でも、彼が細いと言いません。You don't use that for a person. For losing weight, yes. It's just a thin thing. はい、はい。正しい言い方は正しい。The correct way of saying is はい。痩せました。痩せました。はい。So we're using verb. そうです。はい。条件があります。はい。もう一度。条件があります。Situation? Condition. そうですね。その人は細いと、言いませんね。痩せました。If you have a two person and the other one is more thin than the other one, how you say that the other one is more thin? Yeah. Difficult. ハリさんは私より痩せてます。痩せて。
Yasete imasu. Yasete imasu. 細い。あまり知らない人だったら、パイさんも、どうぞ If どう you ぞ。 don't know this person そうそうそう。 so well, 細いなと言っていいですよ。 It's okay to say. はい、そうですね。はい。知らない人だったら大丈夫です。細い、太い、大きい、丸い。Yeah, of course, yes. Should be very polite if you can. そうですね。 Always, yes. 知ってる人でしたら、so if you know this person, then you use But more if polite words. I have lost weight that I compare to myself, then it's I am much more thinner. 私は細い。もし言いましたら、細いと言いましたら、意味が通じます。パイさんわかりますか？ OK。OK。1時間過ぎましたから、英語に切り替えます。1 hour's gone, I'm now speaking English. If you said, 私は細いです, then you would be completely understood. It just sounds a little bit strange, that's all. Yeah, it's not rude to say I am thin. 私は細いです. It's not rude, but it just sounds a bit weird in Japanese. It's a bit like saying I am long when you mean tall. It's the adjective isn't really used that way. So you'd say like narrow. Yeah, a little bit like that. It's kind of the wrong adjective for the situation. It's better to say yasemashita or yasedemasu. The same way you can say somebody is futoi, fat, but it would be better to kind of say futotemasu. He has become fat. He is fat. Yeah. Futotemasu. If you watch, there's a YouTube channel by it's an American comedian who does everything in Japanese. His name's Dorgen, and he does this really good comparison of, for example, if you say, he said to his wife puts on a new dress, and she says, "How's this?" And he said, "There's 3 ways to get it wrong. There's 1 way to get it right. There's 2 ways to get it wrong." So, yeah, yes, exactly. He said, "Abunai." He said, the right thing to say is, you look amazing. Yeah, beautiful. It's this word kirei, meaning pretty. Kirei. He said, "You look pretty," or "You are pretty." When you wear that, she put the dress on. "How's this? You are pretty." So that's the right way. And then the second way was to say, "Kirei ni narimashita." You have become beautiful. You have become pretty. Which is kind of level 1 rudeness. What? Because I put the dress on, now I'm beautiful. That's such a backhanded compliment. Yeah. Some people are ugly. The third way was kirei ni natte kitemasu. You are becoming beautiful. So not quite there. That's very bad. Geez. Exactly. Yeah, you're still ugly. You're not pretty still. Still not pretty. Yeah. Getting closer. Exactly. So there are times when you should use the adjective, and there are times when you should use the verb. So do you remember yorokobu? Remember yorokobu, to be glad. You're glad. Yeah. Yorokonde. Yeah, exactly. Yeah. So yorokondemasu or yorokobimashita. This is a way of using Japanese well to kind of express that particular verb. Yorokobi. Yorokobu. Yorokobimashita. Okay. Yeah, yorokobimashita. Right. Yorokobimashita or Means yorokonde. I was glad. Yes. Yeah. Or I became glad. So it doesn't necessarily mean I was glad then, now I'm not glad. If you said yorokobimashita, it kind of means a bit like skaremashita. I have become tired. Means I am tired now. But the best way to say it is yorokonde imasu.
Yorokonde imasu. I am glad. Yeah. Yeah. Question. Patrick, You said, dozo. natte kiteimasu? Yeah, kirei ni natte kitemasu. So this is naru, narimasu, and then kuru, to come, which means you're in the process now of becoming more beautiful. So why wouldn't you? We said narimasu has become, and then imasu. So why isn't it natte imasu? Yeah. So so as well as, for example, let's change the kirei. Let's use weather, and it's become warm. If you say atsuku natte kimashita, that means it means the same thing as atsuku narimashita. Really, it just means that we were almost like we were waiting for it to come, and now the warm weather has come. So grammatically, it kind of means the same thing as atsuku narimashita, but it's kind of like in accordance with expectations, it has become warm, kind of thing. Yeah. That this is quite, this form of sentence is often used. So I've heard people say half the time they've said something narimashita, and then half the time they've said natte kimashita. Natte kimashita. It's just a very colloquial way of saying something has become this way. So, for example, in English, Patrick, as I'm sure you know, we could say it has become hot, but what would we normally say? Getting hotter? Yeah, or in the past tense, we would say gotten hot. Yeah, so it's not correct English, is it? It got hot, or it's got hot. It's not perfectly grammatically correct English, but we often say this, don't we? It got hot. This is kind of a similar thing, really. It's like them saying it got hot. Yeah. Yeah, but it kind of means the same as it was hot. Well, that's different than it got hot. Yeah, so it got hot also means like it means it became hot. It got hot. So, and it is still hot then. Yes. And it was hot. It's not necessarily hot anymore. So we could say last summer it got hot. So I should put a caveat here. This is not grammatically correct English. This is just what most people now say. So I could talk about last year and say in 2019 it got really hot, meaning it's not necessarily hot now. It did get hot then. It got hot. It sounds awful when you break it down. It got hot. We should say it was hot. It was hot. Huh? Yeah, but we've just English speaking first language. It became hotter. Yeah, well. But something else. Sorry, I don't want to turn this into an English language session, but it became hotter actually means something else, really. But this is just to compare atsuku natte kimashita and atsuku narimashita. Yeah, it's just another way of saying it. It's just another way of saying it. Yeah, it just means it kind of means in accordance with expectations, it became hot. Yeah. Sorry, Tom, dozo. I missed it. I didn't really understand it. You said at a certain moment, kubareru. Kubareru. This means what is to compare. To compare. So a comparison. To compare. So yeah. Kubareru. Yeah, kubareru. I'm trying to think if we. I wrote down so many things today. Oh, well, that's good. That's good. I mean, we will cover every single grammar point in the proper Japanese sessions that we've done today. So if you write things down, it's absolutely fine. But obviously, the most important thing today is just to exercise listening and speaking. More listening than anything else, because we don't get much practice. You guys don't get this practice in the normal sessions. You generally do grammar, sentence construction, and then saying it. And sorry, Constantine, were you here last week? Yeah, not on Sunday. Not on Sunday, right. No. So what I was saying to the guys was that, and I'm sure you get this in other languages as well. Of course you do. If all of the
all of the grammar work we're doing at the moment is making you focus on the rules of grammar and individual words. Now, if you're listening to a conversation, you don't have time to individually translate every single word and construct the sentence. What you can do is you kind of sit back and you listen to sentences, not words, and you get the meaning from that sentence, don't you? Yeah, exactly. And now you might feel that kind of Japanese is different to every other language you've learnt, but it's not. It's not. And we should make time to kind of try sitting back and not translating every single word of every sentence, just listening for keywords and getting the, do you know what gist means? Yeah, that's it. Yeah, of course. Get the gist of the sentence. Because even I don't translate every single, I don't understand necessarily every single word that's said by, for example, a Japanese teacher. I don't. Oh, but you get the idea of the sentence, yes. Yeah, I mean, depending on the teacher, if it's, for example, Ishido Sensei explaining something to a group, I can understand 99% of what he says because he speaks a level of Japanese that I understand. If he's talking to me on a casual basis, my comprehension goes down because he relaxes and he just talks more colloquial. But I can get the gist of what he's saying. But if somebody was to say to me in the middle of that explanation, can you translate what you just said? I would have difficulty giving you an exact translation. I could give you the gist and nothing more. Yeah. Is that how you translate such long sentences and such long explanations? So what I normally have to do in that, if it's like Marita Sensei, Oh dear. I normally have to do what everybody does, which is to segment memory notes in my head. So if say somebody does a kata and he's talking throughout the whole kata saying you've got to do more saibiki here, and then after about 5 minutes I just stop listing things in my head and then just think, do you know what, I know that he just explained basically the entire curriculum of Mai. I'll just repeat back to everybody the entire curriculum of Mai, and I'll probably give them something extra that he didn't say. Yeah. You have read the manual. Well, exactly, yeah, and translated it a few times as well. But you know, it's exactly what you do if somebody gives you a list of points that you have to remember. You can't literally remember the words they say. You just assign them to parts of your memory, and you assign images or feelings or numbers. You know, everybody's got their own individual way of memorizing. Yeah, because at the beginning I was really like, oh my God, I don't understand anything. I was really panicking. Yeah, I think most people last week started off with the same sort of experience, that you immediately start to translate every single word, and then it's like, I've hit this block because I didn't understand what that word was, and now I have to stop because I don't understand anymore. But this isn't the way that you normally listen to conversation. So there could be a sentence what you don't understand and you still understand the point. Yeah, but sometimes the point is this exact word you're looking at, and sure, then you don't understand. Yeah, for sure. That's why the best person to speak to is somebody who's sympathetic to your level of Japanese and will know that there's a word coming up that you don't know, and they'll say, do you understand this word, kubareru? And then you get somebody to translate it. Yeah. And it works. Good. Sorry. It works very well because this working together we don't have in the normal session. Yeah, in exactly. A lesson level, so. Yeah, exactly. In fact, this helping each other is a really good way to memorize. Oh, hi, Andre. Patrick, keep your distance. Keep your distance. Wow, you guys are living really close to each other now, then. He used the force. Well, he's close to the dojo. I'm a little farther from this yoga studio that we train out of. Ah, right. Oh, cool. Yeah. Oh, sorry. So helping each other is a really good way because you will probably remember something in particular because I didn't say it, that somebody else explained it for you. So it becomes a particular distinct memory because, like, oh, I remember Taya explaining that. And that's a really good way to memorize it, which is why these sessions are good.
and help each other is really good because, yeah, you remember things in the context that you heard them. You won't just remember the thing. It's very difficult to memorize things when they're set alone without a context. But assigning them to some sort of extra memory, like a person saying it, or the fact that somebody was holding a cat when they were explaining it, this is really good ways of creating the right links in your head, which is how memories work. They don't work by you've got a box with a memory in it and there's a single link to it. That's a very poor memory. It's going to be very difficult to recall. If you've got multiple links into this box, then it's much easier to recall. Like this having, yeah. having a tour of your garden and kitchen. Exactly. Yeah, exactly. Yeah. What's Or a beautiful dog. Yeah, exactly. Yeah. So this how to put the comparison sentence together. It's much easier to do it thinking of Constantina, the dog, and then making the sentence like this. Yeah. Half of the lesson was my dog today. Okay. Yeah. See, props are useful, man. Inu wa name wa ga desu ka? Yuki-san. ちょっと待ってください。もう一度その質問を聞いてくださいますか？名前。はい、どうぞ。名前。Yuki-san. 名前。はい、名前。Name。コンスタンティーナの犬。はい。ありますか？見ますか？ Can you see? Can you see the name? ですか。Constantino. No. Okay. Constantinoの犬の名前はどうですか? Ikutsu desu ka? Actually, we haven't done questions yet, so here's a good. Let's just introduce this one into this because we haven't really formally done questions. It will be Constantina no inu no namae wa nan desu ka? Nan is what? Nan desu ka? I don't know what nan is. Okay. Nan wa nani desu ka? No, it's food. Yuki. Yuki desu. Yuki desu. Is that the snow Yuki? Yes, or yes. Because he has a very white belly. Yeah. And all season. Yeah, I want to ask, like, 日本の名前ですか? そうですね。Yuki は日本の名前ですか? はい。そうです。It's a Siberian Husky. I think most of the Huskies are using Japanese names. Or whoever has a Husky dog. I don't know. It's a trend, maybe. I don't know. No, it could be. I think. What's Claudio's dog's name? It's a Keiko and Agapi. What's the name of the dog? In italiano, per favore. Il nome di cane di Claudio, Keiko è? Dosetsu. 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 It's and what is the razza? Akita. Akita, bravo. Akita. Yeah. I'm confused with Simba. He's playing Ghost of Tsushima. It's so loud right now. It's become a bit of a what's it called? A trend at the moment, isn't it? Everybody's playing it. It is a really class game. Yeah. It's amazing. I have no words. It has all the stance of Iaido. Yeah. Which game? Ghost of Tsushima. Sorry? I've wrote in the chat. Two people talking at the same time. Okay. Hi. See you guys. Yeah, us too. Cheers, Patrick. See you Bye. soon. Ciao, ciao. Jenny. Guys, just on a finishing point, I'm going on holiday next Friday for a week, so I'm not going to be available to do the Japanese sessions. No, I can't. I'm not taking my laptop with me, so I can't even do it, even if I want to. So next week we'll be off. Good. So you have a little vacation. Yes, yeah. And we will back. Forget everything. Yeah, well, if you've got time, just read through some of the notes. Yeah, try and keep it going a little bit. Yeah, cool. Okay, I better go and make some. Have a nice vacation.
Thank you. I'm still here next week, so I'll be 楽しん here. でください。ありがとうございます。 Okay, I'll be How here do you say on, have a on nice Thursday, Friday. vacation in Japanese? い休みを取って、いい休みを。 Iyasumi o. 休みを。はい。 And the rest implication. Actually, you should say 良い休みを。良い休みを。 Oh, yes. Yasumi is holiday, yeah? Yeah. 良い休み。良い is just good. Rest, Same as yeah. 良い休みを。 Yoi Yasumi Yasumi o. Hey. Oh, you can. Didn't somebody say 楽しんでください? Did I hear somebody say that? Yes. Vaya. Yeah, 楽しんでください. Yeah, 楽しんでください is a good way of saying it. 楽しんでくだ楽しんで、楽し楽しむ、楽しむ is to enjoy. Or you can say お楽し。I really, actually, guys, this is something 楽 worth しみ writing にして down. ください。 Exactly, yeah. お楽しみにしてください。すみません。いい、it's good, it's good. Yeah, this is a really nice sentence. お楽しみにしてください. Please enjoy yourself. お楽しみにしてください. お楽しみに。 You wouldn't say go yukkuri on this one. That's all. Yeah, you can actually. Yeah, yeah. おやすみにごゆっくりしてください. Please relax on holiday. Yeah. Okay. Okay. 私は、 Okay. 晩ご飯を作るつもりです。じゃあねー。お楽しみにましてくたねださい。またね。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。またねー。気をつけて。